2020年、富山県で弟が障害を持つ兄を殺害するという事件が起きたのだ。しかも逮捕後、弟自身も障害を抱えていたことが判明したのだ。相模原の事件に触発されての犯行だなんて、あまりにも衝撃的な事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回は2020年に富山県で起きた弟による兄殺害事件を詳しく解説していくのだ。障害者への偏見と家族間の悲劇が絡み合った非常に複雑な事件よね。後半では僕とメタンでなぜこの事件が起きてしまったのか、そして社会はどう向き合うべきだったのかについて深く考えていくのだ。事件の背景にある差別意識や障害を抱えた加害者自身の苦しみについても考えてみたいわ。楽しんでほしいのだ。最後まで見ていってね。この事件は障害者差別と家族の孤立という2つの問題が交差した悲劇なのだ。被害者の兄だけでなく加害者である弟もまた誰にも助けを求められなかったのかもしれないわ。では早速事件の概要から見ていくのだ。まず事件が起きた背景から整理していきましょう。2016年の相模原障害者施設殺傷事件がこの事件に深く影を落としているのだ。まさかあの事件がこんな形で別の悲劇を生み出していたなんてあまりにも衝撃的ね。そのつながりも含めて丁寧に解説していくのだ。それでは始めていきましょう。2020年のある晩、富山県の自宅アパートで弟は障害を持つ兄に手をかけたのだ。家族の中でそんな悲劇が起きていたの？その日を境に家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。その壊れていく過程をきちんと追わなければいけないわね。まずこの事件の加害者、仮に検事と呼ぶことにするのだ。当時30代の男性で富山県内のアパートで兄と2人暮らしをしていたのだ。2人兄弟で同居していたのね。兄は先天性の障害を抱えており、日常的に検事のサポートが必要な状態だったと伝えられているのだ。検事自身も後に判明するのだが、その点は後ほど詳しく話すのだ。後から重要な事実が出てくるのね。それはどういうことかしら？それがこの事件の最も残酷な部分でもあるのだ。まず時系列を追って話すのだ。順番に整理していきましょう。転換点となったのは2016年7月26日、神奈川県相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で起きた大量殺傷事件なのだ。元施設職員が入所者を次々と刺したあの凄惨な事件ね。植松聡死刑囚は障害者は不幸を作ることしかできないという歪んだ思想のもと19人の命を奪ったのだ。この事件は日本社会に大きな衝撃を与えたのだ。あの思想自体が許し難いものだったわ。しかし検事はこの事件のニュースに強く引き寄せられていったのだ。近隣住民によると、事件後の検事はあのニュースばかり見ていたと語っているのだ。引き寄せられていったというのはどういうことかしら？検事はもともと兄の介護に疲弊していたと伝えられているのだ。毎日の食事の準備、入浴のサポート、外出の付き添い、それら全てを一手に担っていたのだ。周りに頼れる人はいなかったのかしら？両親はすでに他界しており、頼れる親族も近くにいなかったと報じられているのだ。検事にとって兄の世話は文字通り逃げ場のない日常だったのだ。それは壮絶な孤立だったわ。介護疲れが蓄積する中で検事は相模原の事件を報じるニュースに繰り返し触れていたのだ。植松死刑囚の障害者は不要だという言葉が追い詰められた心に刺さっていったのだと推測されているのだ。そんな思想に引き込まれていくなんてあってはならないことだわ。地元の支援センターに相談記録が残されており、検事は2017年頃から将来への不安を相談していたのだ。担当者は生活支援の資料を渡したそうなのだが、踏み込んだ介入はなかったのだ。相談していたのに助けてもらえなかったの？本人が強く拒否しなかったため緊急性は低いと判断したと当時の担当者は後に語っているのだ。行政のアンテナは検事の SOS をキャッチしきれなかったのだ。それは見逃したわ。 SOS の形は一つじゃないのに。2018年に入ると検事の言動に変化が現れ始めたのだ。アパートの管理人によると、それまで挨拶を欠かさなかった検事が急に目を合わせなくなったそうなのだ。小さなサインだけど確かに変わっていたのね。同年秋頃、検事はスマートフォンで相模原事件に関する記事や動画を頻繁に検索していたことが捜査で明らかになっているのだ。植松死刑囚の後半のニュースも繰り返し確認していたのだ。裁判のニュースまで追っていたの？それは尋常じゃないわ。2019年になると検事は知人にもう限界だと漏らすようになっていたのだ。しかしその知人は深刻に受け止めず、誰でも疲れる時期はあると励ましてその場を収めたのだと語っているのだ。その一言がもっと重く受け止められていたら違う結末があったかもしれないわ。2020年に入り、検事の内面はいよいよ臨界点に近づいていたのだ。兄の症状が進んだことで介護の負担がさらに増し、
自分の時間はほとんど消えていたと伝えられているのだ。それでもずっと一人で抱えていたのね。事件の数日前、ケンジはアパート近くのコンビニで長時間うろついているところを店員に目撃されているのだ。何かを買うでもなく、ただ店内をぼんやり歩き回っていたそうなのだ。それも一種のサインだったのかもしれないわね。ケンジが心の中で何を結論付けていたか、それは後の捜査で少しずつ明らかになっていくのだ。ここからが事件の核心に近づいていく場面なのだ。いよいよ当日の話に入っていくのね。事件が起きたのは2020年の深夜、富山県内のアパートの一室でのことなのだ。木造2階建ての建物で、ケンジと兄はその2階の和室に暮らしていたのだ。狭い空間でずっと二人きりだったのね。部屋は6畳ほどで、介護用の布団や補助具が置かれていたと報じられているのだ。生活感はあったが、外とのつながりを示すものは少なかったそうなのだ。閉じた世界で二人だけで生きていたのね。この後、事態は急転するのだ。深夜、兄が布団の中で眠りについたのをケンジは確認したのだ。ケンジはゆっくりと立ち上がり、台所へと向かったのだ。暗い部屋の中で、冷蔵庫のかすかな稼働音だけが聞こえていたのだ。台所の引き出しから刃物を取り出したのだ。その手は震えていたとも、冷静に動いていたとも伝えられているのだ。ケンジは再び和室へ戻り、眠る兄のそばに静かに膝をついたのだ。兄は気づかなかったのだ。ケンジは刃物を両手で握り直し、兄の首元に向けて振り下ろしたのだ。鋭く短い音が部屋に響き、兄の体が一度大きく震えたのだ。兄は声を上げる間もなかったのだ。ケンジはその後も複数回、刃物を兄に向けたのだ。鋭利な傷が数箇所に及んでいたことが後の司法解剖で明らかになっているのだ。やがて部屋は静寂に包まれ、ケンジはその場に座り込んだままだったのだ。隣の住民によると、その夜は何も聞こえなかったと語っているのだ。言葉が出ないわ。翌朝、ケンジ自身が警察に電話をかけて兄を殺してしまったと通報したのだ。通報を受けた警察官が現場に急行し、和室で兄の遺体を発見したのだ。自分で通報したの？逃げようとはしなかったのね。ケンジは玄関の前で静かに座って待っており、抵抗なく逮捕されたと伝えられているのだ。取り調べに対し、相模原の事件を見て自分も同じことをしなければならないと思ったと供述したのだ。しなければならないという言葉が恐ろしいわ。あの事件の思想が連覇していたのよ。次に被害者であるたけしさんについて話したいのだ。たけしさんは事件当時30代半ばで富山県内のアパートでケンジと2人暮らしをしていたのだ。兄弟で一緒に暮らしていたのね。たけしさんは知的障害があり、日常的にケンジのサポートを受けながら生活していたと伝えられているのだ。穏やかな性格で近所の人々とも挨拶を交わす温かい人物だったと語られているのだ。地域の中で普通に生きていた人なのね。たけしさんにとってケンジは同居する弟であり、日々の生活を共にする唯一の家族だったのだ。2人は長年同じ屋根の下で過ごしており、周囲からは兄弟仲が悪いようには見えなかったと近隣住民は語っているのだ。表面上は普通の兄弟に見えていたのね。それがなぜこんな結末に。ここからは犯行に至る経緯を詳しく話していくのだが、ケンジが相模原障害者施設殺傷事件を知ったのは2016年の報道を通じてだったのだ。あの事件から4年以上ずっとその思想を抱えていたということ？そうなのだ。ケンジは当時から障害者は社会にとって不要な存在だという加害者の主張に強く共鳴していたと供述しているのだ。そしてその考えは時間をかけて心の中で根を張り続けたのだ。4年間もそんな考えを誰にも打ち明けずに抱えていたなんて。2020年のある日、ケンジは自分もあの事件と同じことをしなければならないという確信に至ったと取り調べで語っているのだ。その対象として最も身近にいた障害を持つ兄のたけしさんが選ばれたのだ。身近にいたからというだけで命が奪われたのね。そしてここでこの事件に新たな衝撃的な事実が加わるのだ。逮捕後の調査の過程でケンジ自身にも障害があることが明らかになったのだ。加害者自身が障害を持っていたの？そうなのだ。ケンジは精神的な障害を抱えており、支援が必要な立場にあったと伝えられているのだ。障害者を不要だと断じてその命を奪った人物が自らも障害者だったという残酷な事実なのだ。なんという皮肉なのかしら。その矛盾の深さに言葉を失うわ。この事実はケンジ自身がどれほど自己矛盾した状態に追い込まれていたかを示しているのだ。相模原事件の思想に共鳴しながら自分自身がその排除されるべき存在と同じ側にいたということなのだ。自分を肯定するために他者を否定しようとしたのかしら。それとも気づいていなかったのかしら。その点については後の仮説パートで深く掘り下げたいのだ。
裁判において検事は殺人罪で起訴され懲役刑の判決を受けたと報じられているのだ。司法の判断が下されたのね。でもこの事件が問いかけるものはそれだけじゃないわよね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に議論したいのは検事の内面がどこから崩れ始めたのかという点なのだ。表向きの動機は相模原事件への共鳴だったけれど、それだけじゃ説明がつかない部分があるわよね。そうなのだ。僕は検事の崩壊は障害を持つ兄との長年の共同生活という構造そのものに根ざしていたと思うのだ。家族という逃げられない関係の中で少しずつ追い詰められていったということかしら。そうなのだ。兄のたけしさんは重度の障害を持っており、日常的な介助が必要な状態だったと伝えられているのだ。検事はその介助を担う立場に置かれていたと見られるのだ。介護をする側が精神的に追い詰められていくのは珍しいことじゃないわよね。そうなのだ。介護者の孤立という問題は社会的に深刻で、支援が届かないまま一人で抱え込んでしまうケースが後を絶たないのだ。検事もそうした孤立の中にいたのだと思うのだ。でもそれだけで人を殺めるところまで追い詰められるかしら。もっと別の何かがあったんじゃないかと思うのよ。その点こそが重要なのだ。僕は検事の内面には自分の人生が兄によって奪われているという感覚が積み重なっていたのではないかと思うのだ。奪われているという感覚ね。それが憎しみに変わっていったということかしら。ただその憎しみを検事は直接向けることができなかったのだと思うのだ。なぜなら兄は障害者であり、怒りを向けることへの罪悪感が常に邪魔をしていたはずなのだ。怒れない、でも苦しい、その感情をどこにもぶつけられなかったということね。そうなのだ。その出口のない感情の蓄積が相模原事件という思想と出会った時に一気に方向づけられてしまったのだと僕は見ているのだ。思想が抑えていた感情の正当化装置になってしまったということかしら。まさにそうなのだ。障害者は不幸を生み出すという植松聡の言葉は検事にとって自分の苦しみを肯定してくれる言葉に聞こえたのではないかと思うのだ。でもそれは自分の感情の責任を思想に転嫁することよ。本当の苦しみは別のところにあったのにね。そうなのだ。相模原事件の思想は手段でしかなく、検事の本当の苦しみは社会から切り離された孤立と誰にも届かなかった悲鳴にあったのだと思うのだ。誰かがその悲鳴に気づいていれば違う結末があったかもしれないのね。ここでメタンが先ほど問いかけたなぜ逃げるという選択肢が見えなかったかという点を掘り下げたいのだ。検事には家を出るとか介護を行政に委ねるとかそういう選択肢があったはずよね。僕はこう思うのだ。検事にとって家族の介護を放棄するという選択肢はそもそも自分の中に存在しなかったのではないかと思うのだ。それはどういうことかしら。日本の家族規範には家族が面倒を見るべきという強固な意識が根付いているのだ。検事はその規範の中に深く組み込まれており、逃げること自体が許されないと感じていた可能性があるのだ。それは社会が個人に押し付けた呪縛とも言えるわよね。法的な介護支援が十分に機能していれば状況は変わったかもしれないわ。そうなのだ。行政の支援窓口に相談した記録があったかどうかは明らかでないが、そもそも相談すること自体のハードルが非常に高い環境に置かれていたと見るべきなのだ。孤立している人ほど助けを求める声を上げられないのよね。それが一番辛いところだわ。さらに僕が注目したいのは検事自身も障害を抱えていたという事実なのだ。この点は仮説を組み立てる上で非常に重要なのだ。自分も障害者でありながら障害者を否定する思想に共鳴していた。その矛盾はどう解釈すればいいのかしら。僕はこう考えるのだ。検事は自分の障害を直視することができず、兄とは違う自分は正常側にいると思い込もうとしていたのではないかと思うのだ。自分を守るために自分と似た存在を否定する、それはとても悲しい自己防衛の形ね。そうなのだ。心理学でいう投影に近い状態で自分が直視できない弱さや苦しさを兄という存在に見出し排除しようとしたのだと思うのだ。でもそう考えると検事自身も深刻な精神的苦境に置かれていたということよね。加害者でありながら同時に支援が必要な状態にあったということかしら。そうなのだ。検事は加害者であり同時に誰にも気づかれなかった支援者でもあったのだと僕は思うのだ。しかしそれはたけしさんの命を奪ったことへの免罪符には絶対になれないのだ。当然よ。どんな事情があっても命を奪うことは許されないわ。ただ構造的な問題を見逃してはいけないのよ。まさにそうなのだ。この事件が社会に突きつけているのは孤立した介護者を誰がどう支えるかという問いなのだと思うのだ。支援の網からこぼれ落ちた人が取り返しのつかない行動に出てしまう、その連鎖を断ち切る仕組みが必要ということね。そしてもう一点、僕が強調したいのは共依存の問題なのだ。検事とたけしさんの関係は長年にわたる介護と依存の構造の中で互いに縛り合う状態になっていた可能性があるのだ。共依存ね。
介護する側もされる側もその関係から抜け出せなくなってしまうということかしら。そうなのだ。検事はたけしさんなしでは自分の役割が消えてしまうという感覚と、たけしさんへの憎しみを同時に抱えていたのではないかと思うのだ。その矛盾した感情が長年積み重なった末に爆発したのだと思うのだ。愛情と憎しみが混在する関係の中で出口を見失っていたのね。僕はやっぱり検事の犯行の根本には誰にも届かなかった孤立と社会の支援の空白があったのだと思うのだ。相模原事件の思想はその苦しみに形を与えた引き金に過ぎなかったのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ個人の内面の崩壊と同じくらいそれを見過ごしてきた社会の責任も重く問われるべきだと思っているのよ。次に周囲はなぜ検事の異変に気づけなかったのかというイフの話をしたいのだ。もし誰かが早い段階で介入していたら結果は変わっていたかもしれないわよね。まず行政の問題なのだ。たけしさんは障害福祉サービスを受けていたはずで、担当のケースワーカーが定期的に家庭を訪問していたと考えられるのだ。でもその時検事自身の状態を確認していたかどうかは別の話よね。そうなのだ。福祉の目はたけしさんに向いていて、介護をしている弟の側に深刻な問題が潜んでいることには気づきにくい構造があったのだと思うのだ。検事が障害を抱えていたという事実も支援の網から漏れていた証拠だと思うのだ。介護している人間が同時に支援を必要としている人間だったということよね。その二重の見えなさが恐ろしいわ。もし定期訪問の際にケースワーカーが検事にも「あなた自身はどうですか?」と一元声をかけていたら状況は変わっていた可能性があると思うのだ。検事が相模原事件の思想に傾倒し始めた時期に何か異変として現れていたはずなのだ。孤立した介護者の内面の変化を拾い上げる仕組みがそもそも存在していなかったということかしら。次に学校や地域の話なのだ。検事がかつて通っていた学校や近隣住民がその家庭の孤立を察知できるタイミングは複数あったと思うのだ。近所の人たちは兄弟が2人でずっと閉じこもっているような状況を見ていなかったのかしら。伝えられているところによると、2人の生活は外部との接触がほとんどなく孤立した状態が長年続いていたそうなのだ。近隣住民が静かな家都市的にも止めなかったという可能性が高いのだ。静かであることがむしろ問題の深刻さを覆い隠してしまっていたのね。深刻な SOS は騒がしい形では現れないことが多いのだ。引きこもり状態の家庭は外からは見えにくく、問題が外部に漏れ出るのは事件が起きてからになりがちなのだと思うのだ。だとしたら見えないことを前提にした仕組みを作らなければいけないのに現実にはそれができていないわよね。ここからは社会構造そのものへの批判になるのだ。日本の介護・障害福祉の仕組みは非介護者を中心に設計されていて、介護者のメンタルヘルスや生活実態を継続的に把握する体制が著しく弱いのだと思うのだ。介護疲れや介護うつという言葉はあるけれど、それを早期に発見して手を打つ制度的な受け皿は本当に薄いわよね。検事のケースで言えば、彼自身が障害を持ちながら兄の介護を担わされていたのだ。いわゆるヤングケアラーや障害者ケアラーという概念すら当時の行政窓口ではほとんど認識されていなかった可能性があるのだ。障害のある人が障害のある家族を介護するという二重の負担を社会が完全に見落としていたということよね。それは制度の失敗だわ。介護保険や障害福祉サービスの窓口は申請主義であることが多く、自分から声を上げられない人は支援を受けられない構造になっているのだと思うのだ。検事のように社会との接点を持てない状態の人間ほど制度の外に置かれてしまうのだと思うのだ。助けを求める力がない人ほど助けが届かない、その矛盾はこの事件の底にあるのね。また相模原事件の思想が検事に影響を与えたという事実は、孤立した人間がインターネットなどを通じて過激な思想に触れやすい現代の問題とも直結しているのだと思うのだ。現実の支援から切り離された人間が歪んだ論理の中に居場所を見つけてしまうということかしら。孤立と思想の過激化は密接に結びついているのだと思うのだ。検事が障害者は不要だという論理に引きつけられた背景には、自分自身の苦しみを説明できる言葉を手に持っていなかったという絶望があったはずなのだ。自分を傷つける言葉に自分の苦しみの答えを見てしまったので、それがどれほど孤独なことか想像するだけで胸が締め付けられるわ。だからこそ介護者、障害者、引きこもり状態にある人へのアウトリーチ型支援が不可欠なのだと思うのだ。申請を待つのではなく、行政が能動的に地域の孤立家庭を発見しに行く仕組みが必要なのだと思うのだ。訪問支援や地域包括ケアの仕組みはあるけれど、実際にどこまで機能しているかは地域によって大きな差があるわよね。制度があっても人員が足りなければ機能しないのだ。ケースワーカー1人当たりの担当件数が肩になっている現実は長年指摘されていながら改善が進んでいないのだと思うのだ。現場の人間が疲弊していて見落としが構造的に生まれている。それを個々の担当者の責任にするのはおかしいわよね。そうなのだ。検事の事件を異常な弟による殺人
として個人に帰結させてしまうことが最も危険な見方だと思うのだ。社会が作り出した孤立の末に起きた悲劇として受け止めなければ同じことが繰り返されるのだと思うのだ。そう考えると、被害者のたけしさんも加害者の検事もどちらも社会の網の目からこぼれ落ちてしまった存在だったということになるわね。僕はやっぱりこの事件の最大の問題は、障害を持つ介護者が長年にわたって完全に孤立したまま放置され、誰にも発見されなかったという社会の不作為にあると思うのだ。相模原事件の思想はその孤立に流れ込んだ毒であり、根本の問題は制度の空白と人員の不足だったと断言するのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ、制度を変えるだけでなく、地域の人間が互いに気に掛け合う文化そのものを取り戻さない限り、制度だけでは届かない場所が必ず残り続けると思っているのよ。というわけで今回は2020年に富山県で起きた弟による兄殺害事件を解説したのだ。どうだったメタン？相模原事件の影響がこんな形で波及していたなんて本当に心が痛むわ。そして逮捕後に弟の検事自身も障害を抱えていたと判明した事実がこの事件の残酷さをさらに深めているのよね。仮説推論で話したように孤立と制度の空白が招いた悲劇として絶対に忘れてはいけないと思うわ。兄のたけしさんは長い時間を共に生きてきた家族の手によって命を奪われたのだ。その人生が丁寧に守られる環境があれば結末は違っていたはずなのだ。たけしさんのご冥福を心からお祈りしているわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。